はい。それでは今回は整数分野合同式のところを説明したいと思います。まずは合同式に直接入る前に余りについて説明を加えていきたいと思います。15を7で割った余り。もちろんできますね。15割る7は2点点点1ということで2が小、そして1を余りと言いますよね。で、この式は掛け算で、書き換えることができましたね。15イコール 7×2 プラス1。この割る数7に対して、小である2をかけて、そして後ろから余りを加えてやれば、割られる数の15が出てきますよということですよね。はい。34をじゃあ7で割った余り。これはどうなるか。3点点点13。もちろんこれは間違いですね。なぜか、こういう場合、ね、34はまだ7で割れますよという言い方しますよね。だって13が7よりも大きいから、7を含んでますからね。はい。なので正解は4点点点6となります。よって、34は掛け算で表すと 7×4 プラス6です。一般的にですね、こちら割り切れない場合は、青い丸の中には割る数よりも小さい自然数を入れるんですね。だから逆に言うと、割り切れない場合は、青い丸の中に割る数の7よりも小さい自然数が来るように、1から6のどれかが来るように、この青い四角の部分ですね、小となる部分、こちらに調整して数字を入れてやればよい。整数を入れてやればよい。という言い方ができるわけです。はい。じゃあ38を7で割った余りをこちら右側の掛け算の考え方でやってみましょう。はい、38は、7× 小プラス余りで表せるわけですが、もちろんこのね、青い丸の中には1から6のいずれかが入るように青い四角に入る整数を調整します。すぐに見つかりますね。5と3ですよね。はい。ということは、これ38を7で割った場合は小が5で余りが3だと。この式から読み取れるので、このように逆に書くことができますよという話です。で、文字で表した場合、ね、これは a イコール m かける、ね、四角、青い四角プラス青い丸なんですけど、この青い丸が余りですよね。で、この青い丸に入るのは、割る数の m 未満。で、一応ね、割り切れる場合も含みますので、0以上としています。ですから、青い丸に入るのは、割る数よりも小さい0以上の整数であるという言い方になりますね。はい、で、これを割り算で表すと、このように表せる。ところで、この点々点なんですけれども、実は正式な数学記号ではないんですね。この点々点、ちゃんと書こうと思えば、n 余り r という言い方で書いたりするそうです。ですがね、もう今後は、はい、こちら右側の掛け算の形で余りを議論するということをやっていきたいと思います。はい、そこで本題に入りましょう。マイナス15を7で割った余り。これはどう考えればいいですかね。右側のこの掛け算の形でね、やってみましょう。マイナス15は7× 小プラス余りの形で考えるんですよね。ただこの形で出されて、この青い四角と青い丸の中に入る整数を考えたとき、最初に浮かぶのはマイナス2とマイナス1ではないですかね。ただなんかこれ、余りがマイナス1ということになってしまうので、ちょっと違和感を感じるんですよね。それはそうですね。だって小学校からずっと15を7で割った余り、15の中に7の倍数が2個入っていて、で、それに入りきれなかったものより多いものが1ということで余りを計算したんですよね。だから7の倍数よりも1多いんだと。
34であれば、7の倍数の28よりも6多い。ね、だから6が余りだというふうに考えた。より多い数ということでね、余りを考えたんですよね。ただこれマイナス1なんで、マイナス1よりマイナス1多いという言い方はちょっと変ですよね。じゃあ、より多い数ということで、この青い丸の中に自然数が入るように考えた場合、どういうふうに調整すればいいか。青い四角の中に入る整数をどう調整すればいいかということですけれども、これマイナス3にしてやれば、ね、マイナス21になりますよね。ということは、マイナス15はマイナス21よりも6多い数。ということで、7よりも小さい自然数ですし、今までの感覚と合いますよね。はい。なので、こちらのね、今までの感覚でこういうふうに6になるようにして表すことが実際は多いです。ですが、別にこれ間違いとは言わないんですね。問題によってはこちらで表す場合もあります。ただ、今までの習慣で、こちら0以上 m 未満となっていますけれども、この範囲内で余りを出すことが多いということで、大体問題によって指定したり自分で指定したりしますね。はい、原則として、余りですけれども、0以上で、割る数よりも小さい整数で考えるんですが、実際はその絶対値がついたもので考えても間違いとは言わないんですよと。絶対値の中で考えてもいいんですよという話です。そこで、いきなりね、マイナス1も余りと考えていいんだよって言われても、戸惑うと思いますので、ちょっとね、もうちょっと解説を加えたいと思います。こちら、数直線上がありますね。で、今、割られる数はマイナス15で、割る数が7で、そして、小と余りを考えるんだということですよね。はい、マイナス15、この辺にありますね。で、こちら、負の数の方で、話をしていくので、ちょっとこれ拡大しますね。はい、0からマイナス25までね、このように分布していると思ってください。そうすると、マイナス15は当然ここにありますから、はい、この上の式ですね、これ 7× マイナス2、これは当然マイナス14です。したがって数直線上ではここに来ますよね。ということは、マイナス15に対してこれ1少ない、つまりマイナス1なんだということですね。なので、これはマイナス15はマイナス14よりも1足りないということを余りマイナス1という形で表したんだということなんですね。例えば普段ね、今まで我々が割り算をするときに、15を7で割った余りはって言われたら、まずは、14を置くんですよね。7が2つ入ってます。で、15はそれに対して1多いんだと。1多いことを1余る。多いことに対して余るという表現を使ったので、こっちの感覚に馴染みがあるんですよね。足りないということに対して余るという言い方はあまりしません。じゃあ、その感覚にもし合わせるのであれば、どうするか。あと7だけね、少なく取ってやるんですね。7× マイナス3。これはマイナス21ですから、数直線上で言うとここにあります。ということは、マイナス15は、このマイナス21、7の倍数に対して、6多いという言い方が、我々の今までの余りの感覚に合致していると、馴染みやすいということですね。はい、なので、こちらね、21から15は21よりも6足りないという言い方しないですもんね、あんまりね。はい、なので、こちらのね、自然数が来るような形で、余りを表現することが多いのは多いです。ですが、別にこの足りないということが間違いであるというわけではないんですね。
ですから、問題の設定にもよります。問題の設定で余りは0以上の整数にしてくれということであれば、このマイナス1という余りは使わないでください。そういう指定がなくて、マイナスを使った方が便利な時があれば、マイナスの余りも使えばいいということです。はい。したがって、余りの定義ですね。この上のところは、こちらの絶対値がついた式が置かれていてもいいですよということですね。では、7で割った余りについてもう少し突っ込んだ話をしていきたいと思います。まずはこちらですね、0から6までこの中に入ってます。これ余りだと思ってください。この数直線上の数をそれぞれ7で割った余りがこの枠の中に入っています。だから当たり前なんですけども、5を7で割った余りは5ということですね。そうしますと、今度は7を割った余り、7を7で割った余り、当然、これは0です。8は1、9は2となりますよね。はい。じゃあ、マイナス1を7で割った余り、これは何が来ると思いますかね。まずはね、わかりやすいところで、マイナス7を7で割った余りを考えましょう。これは当然割り切れるので0です。ということは、マイナス6はマイナス7よりも1多いんですよね。なので、余り1。マイナス5であれば、余り2、3、4、5、6と、規則的に入っていくわけですね。はい。マイナス8。これは、今度は、マイナス7の時割り切れる。で、その次に7で割り切れる負の整数はマイナス14ですから、マイナス8は6多いですよね。で、次が5、4というふうに入っていくことになります。それでは、負の余り、これも考えてみましょう。まず、ここですけれども、これね、0は当然7で割り切れる数ですよね。0は7等分しても0です。ですから、その割り切れる0、7の倍数である0よりも1足りないということで、マイナス1で表します。ですから、6余るということと、マイナス1余るということは、余りの中では同じグループを指しています。そして、マイナス2、マイナス3とどんどん入っていくわけですね。はい、右側も埋めていきましょう。規則的にどんどん入っていくだけですよ。ね。マイナス6と入ってこう入ってきますね。マイナス6、これはだから7が7で割り切れますから、余り0ですから、この割り切れる7の倍数よりも6足りない数という言い方なんですね。普段あまりそういう言い方しませんけれども、ただ表すことができるということは覚えておいてください。はい、今までは7で割った余りって言われたら0以上を6以下の整数でね、答えていたんですよね。だけどこれからはね、マイナスの数で答えてもいいんだよというふうに余りの数を、拡張します。ね。したがって、今まではこの余り R に対しても0以上 M 未満、M というのは割る数のことですね。この式で表していたんですが、これに絶対値をつけて考えてもいいよということです。ですから R の中に負の整数を入れてもいいわけですね。実は M の方に負の整数を入れても考えることができます。はい、じゃあ例えばマイナス15を7で割った余り、これを0以上7未満で答えてと言われた場合は、余りをね、自然数にしなければいけませんから、7× マイナス3、小をマイナス3として余りを6とします。したがって R は6である。で、あんまりね、こういう聞かれ方はないんですけれども、マイナス7より大きくて0以下で余り出してと言われた場合は、7× マイナス2引く1という式で表して、したがって R はマイナス1というふうに答えます。一般的にはね、左側のこの1番の方で答えることが多いですね。はい。で、ここで絶対値で小さい方を選びたいっていう場合があるんですね。
これ、6とマイナス1、ね、どっちが絶対値小さいかって言われれば、当然、マイナス1ですよね。はい、これ、絶対値最小乗与という言葉があるそうです。ね、こういうふうに言うそうですね。はい。で、絶対値最小乗与、この青い枠の中で、絶対値が小さい方、これ、実は1から6までっていうのは、あまり1とマイナス6は対応してますし、あまり2とマイナス5はも対応してますよね。つまり、0以外は、同じ余りを持つものが2個ずつ現れているわけですね。だけれども、絶対値の小さい方を選べということになれば、マイナス3以上3以下の整数ということになるわけですね。はい。m を使って、式で表すと、こういうふうに表せます。ね、この場合は7ですから、m に7を代入して、マイナス 3.5 より大きくて 3.5 以下の中で、その中の整数で余りを求めてねということになります。この中で求めたものを絶対値最小乗与と呼ぶんですね。ですから、例えば、マイナス5を7で割った時の絶対値最小乗与というのは、2と答えます。ね、この赤い枠の中に2入ってますよね。そして、当然このマイナス5というのは上の数直線上で言うとここですから、正の余り負の余り、ね、それぞれ2とマイナス5ということは確かに、絶対値が小さいのは2の方ですよね。というふうに考えます。はい、そこで、絶対値最小乗与って必要なの？どこで使うの？ということで、ちょっとね、問題を解きながら使ってみたいと思います。まずは3で割り切れない数ですね。3で割ると余りが出るような数、4とか5とか7とか、そういう数ですね。そういう数を2乗してやると、その2乗した数を3で割った場合、必ず余りが1になるんだと。ね、このことを常に言えることを証明してくれということなんですね。はい、解法の1番です。割り切れないその数を n と置いてやる。で、余りなんですけれども、3で割りますから余りは1と2が考えられますよね。ということで 3k プラス1と 3k プラス2と置いてやることにします。ね。はい。で、あとはね、問題文通りにやっていけばいいんですよ。2乗してと言っていますので、2乗します。そうすると 9k2 乗プラス 6k プラス1。で、これを3でくくるんですよね。9と6ですから3でくくれますよね。はい。この3でくくるというのが大事なんですよね。だって、3× 整数プラス1の形にしてやれば、3k2 乗プラス 2k は整数、当然整数ですから、この形になるので、はい、余りは1であるということが言えますよね。この1は3より小さい整数ですからね。はい。そして、2の方も同じようにやります。2乗して、こうなります。で、この場合、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、9と12、これは3でくくれますね。あと4なんですけど、これ4って3の倍数を含んでますよね。4の中に、ね、3が1個入ってますから、この3も取り込んじゃいますね。つまり、3括弧 3k2 乗プラス 4k プラス1で余りが1ということで、やっぱりこれも1余るんですね。はい。よって、いいから代が示せたということになります。はい、ここで 3k プラス2、3で割って2余る数の集まりなので、例えば14、これそうですよね。11、8、3ずつどんどん減らしていけばね、それは全部3で割ると2余る数ということになりますよね。はい、で、今度は、割り切れる数、ね、3で割ると0余る。これも当然ありますよね。それから、あとは1余る数ですね。これが、に来る数ですね。はい。このように、これ、赤と黒と青、これ全部合わせれば整数全体になりますよ。ね。
ここでね、確認なんですけれども、例えばこの14、ね、これはK に4を入れて計算した N の値ですよね。3×4 プラス2ですね。11であれば K に3を代入して計算した値。ということで、どんどん出てくるわけですよね。この左側の K の値に対して N の値が対応しているということです。で、ここで、ね、3で割ると2余る集合というのは分かったんです。で、K に数をね、整数をいろいろ入れてやれば、その数が出てくるということも分かりましたね。で、あと3で割り切れる数より1足りないっていう考え方ありましたよね。これは何かっていうと、でも同じ集合を考えてるんですよ。3で割り切れる数より1足りないのと3で割ると2余るという数の集合は実は同じ集合を表しているはずですね。絶対値最小乗与で考えるのであれば、3で割った余り、これマイナス101ということですね。だから、2余るのもマイナス1余るのも同じグループの数を表しているんですけれども、絶対値が小さい方はマイナス1だよねということなんですね。その場合は、3K に1足りないので引く1ということになります。で、これもね、当たり前っちゃ当たり前なんですが、14であれば K に5を入れた数で表せますよね。3×5-1。これ14ですよね。11であれば K に4、3×4-1。ね、で、どんどんね、同じように K に数字を入れてやれば、やっぱりこの N の値ですね。この赤い枠の中に入っている数字、整数は全部表せますね、ということなんですね。ということは、この 3K-1 を使っても問題が解けるはずだということで、解法にですね、3で割り切れない数を N と置いた場合、さっきね、プラス1とプラス2だったのが、プラマイの1と、プラスマイナス1と、こうまとめて表せるんですね。で、2乗するときもまとめて2乗しちゃいます。そうすると 9K2 乗プラスマイナス 6K プラス1ということは前が9と6ですから3でくくってこのようになりますね。ということで 3K2 乗プラマイ 2K は整数ですから1余る数と言えますねと。これで終わるわけですね。ただですね、ちょっと注意してくださいね。これプラスマイナスと書いてますよね。こういうの複合って言うんですけれども、プラスマイナスの順番に対してプラスマイナスが対応しています。何が言いたいかというと、このプラスに対しては上のプラスだけが対応してるんですね。で、下のマイナスに対しては下のマイナス。ね、上側の符号と下側の符号が全部対応していますよと、いうことなんですね。上のプラスに対して下のマイナスを対応させるということはしません。これをですね、複合同順っていうんですね。ですから、この以下複合同順としますとかいうのを一言入れるのを忘れないでください。説明は以上です。ご視聴ありがとうございました。